アニーザアニソン居酒屋へようこそ。ようこそ。乾杯。鍋さん。はい、常連さん。どうもどうも。お邪魔します。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日はなんと今日は大変です。はい。重戦記エルガイムダバマイロード、そしてラキスタ泉宗次郎役を演じられました平松博和さんです。どうも平松博和です。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ダバマイロードです。ダバですよ。ダバ。いや嬉しそうじゃないかな。嬉しそうだね。あんま出ないんですよ。全然俺の目線わかるわかる。出過ぎ出過ぎ。高橋美希さんの回の俺の気持ちがわかる。見えない。見えない。彼は声優好きなんですよ。私は本当に本当に昔からこの頃のアニメの声優はい。そういう専門の本とかを持ってて、専門の本。さん。その声優90年代に声優辞典っていうのが出たんですよ。なんだそれ。ですよね。ですよね。絶対載ってます平松さん。はい。それってはい住所書いてありませんでした。大丈夫ですか。あ、危ないな。確か出身地と年齢までは書いてありましたね。ああ、よかったよかった。はい、その辺まででした。いや、タレント名鑑っていうありますよねはいはいはい。分厚いやつあるじゃないですか。あれ昔住そこまでありました所全部書いてあったん怖いです。住所電話番号全部書いてあったんです。事務所じゃなく事務所じゃなくて。昔の卒アルみたいなやつですね。そう。であれ買っちゃうと誰がどこに住んでるのかバレバレで。やばいですねそれ。それでこうファンが来ちゃったりとか結構してたんですよ。はいで私たちは平松さんとの出会いというのがございました。はい、そうですね。昨年の小川先生のチャリティーイベントに参加させていただいた時に初めて平松さんにお会いさせていただきました。その時に、我々も、ね、そこの会で歌わさせていただいたところで突然平松さんが現れたんです。そうなんです。リュックを背負ってそうリュックを背負ってね。フラッと寄られた感じでして。その時ねすごいんですよ。もうスタッフの皆さんが「平松さん来たよ平松さん来たよいらっしゃったよ」っつってもうざわついてるんですもうアニーさんちょっと一回止めて平松さん小川先生が振ったんじゃなかったかなと。あ、そうなんかそんな雰囲気そうそうすぐ振るんですよね。小川先無茶ぶりするんですよね。生なんか俺絵描いてるだけだからさ、なんかそこでやっといてよ。すぐ言うんですよね。そうだからとか言いながらもうムードはもうみんなわーってなってましたからね。断りきれないムードにな来ましたよね。生まれて初めて風のノーリ人前で歌いました。それをやっちゃったがためにいろんな場面で歌わされるっていう。そういろんなとこで歌えっていうまあ歌えっていうのはごく一部の一部の人ごく一部ですけど。一部の人間なんです。もともと小川先生とはもちろんそのエルガイムの時代からももちろん関わっていらっしゃったと思うんですけど、再会のなんかきっかけとか何だったんですか。わかんない。そんなバカな。わかんない。なんかなんでだろう。なんで？去年わかんない一昨年はい一昨年いきなり連絡があって。先生からですか？はいはい。ひょうちゃんさ、こういうのやるんだけど出てくれないかなっていうのがあって、もう別にいいですよって言って、そうなんですね。はい一昨年去年と続けて、はい、一昨年が初めてそのチャリティーに参加して、で去年がまたこの季節がやってるんだっていう連絡がありました。はい。じゃあこの流れで今年もですね。はい。まあ呼ばれる限りは行きますけど、わかんないな、呼ばれなくてもいいかもしれない。ガジェットリンクという会社をやられているということで、はい、そうです。ガジェットリンク。はい。会社の名前もお好きな映画の名前から取られたなんていうふうにちょっと調べたらすごいです。どこにそんなのか。ゴーゴーガジェット。そう、ゴーゴーガジェット。はい。ゴーゴーガジェットっていうね、機械仕立ての刑事の話ですね。コメディなんですけど、ずっとフリーになった時に使ってたんです。なんか屋号を持ってないと、いろんな事務所さんとこうやり取りができないので、ガジェットっていう名前をゴーゴーガジェットから取ってやったんですね。主にも声優さんが所属している事務所ということですね。そうですね。基本的には声優事務所ですね。ただ今ハイアンドカラーっていう VTuber
の組織をこう下につけて、はい、両輪で回ってますけど。そうなんですね、はい、じゃあこれから期待の新人もそこからドーンとね、毎年出るよ出るよって言いつつね、ここまで来ましたけどね。はい、それではじゃあ実際に平松さんが声優になられたきっかけを詳しく特に声優になるつもりはなかったおっしゃってましたね。愛知ね、愛知の田舎にいると息が詰まってくるじゃないですか。でまあとりあえずその東京っていうところのテレビでしか見たことのない東京っていうところのその空気を若いうちに吸ってみたいなって思って、憧れですよね。はい、なんで東京行きたいと、じゃあアニメがやりたいから東京にすいません出させてくださいって言ったんですよ。アニメといってもいろいろあるじゃないですか。アニメの絵を描く、そう絵を描くとか、声をやるとかっていろいろあるんですけど、それを言うと嘘になるんで、アニメをやりたい。ざっくりざっくり戦略家ですね。東邦学園という TBS 系のなんです。で東邦学園に行ってアニメがやれるとこがここあるんだって言って見たら、技術家になる確保になったと、機材費とかすごくかかるんですよ。授業料プラス機材費がかかってくるんですね。で、見たら声優アナウンス館っていうのが安いんですよ。機材がないからテキスト代だけなんで何千円なんですよね。なるほど。とりあえずこれだなっていう。なるほど。東邦に行かれてたんですね。なんですよ。東邦に行くために僕が来て、入学式に行ったら、東邦学園がその時、今年から専門学校になりました、格上げになりました、で、その音声とかそういうソフトの方は東京アナウンス学園っていう各種学校に切り離されましたので、僕は親にアニメをやる校の東邦学園っていうところに行くからってざっくり言ったにもかかわらず東京アナウンス学園っていうところに何しに行ったんだお前っていうバレちゃった。はい、30人って言われてたんですけど、30人が3クラスあったんですね。30人のうちの3人男でじゃあほぼ27人が女性だったんですね。3クラス分の男が集まるわけですよ。10人ぐらいで、やる気があるやつ、やる気がない遊び半分でやってるやつ、俺も遊び半分でやってるやつがあって、で気が合うやつがこうクラスを超えてこう話し合う、集まるようになって、でそいつが紹介してくれたのが卒業間際に廃墟っていうところがある。よく聞きますね。廃墟でその養成所が今度卒業公演をやるから、お芝居やるからタダだから見に行こうぜっつって、で面白かったんですね。なのでプロじゃない人間がやってるのに、こんなちゃんとお芝居できるんだと思って、で降りてきて、1階に事務所があったんで、で願書もらって帰って書いてそこに出してた。で廃墟に入ったんです。そうなんですね。じゃあそこに所属している中でこういろいろと作品には出演された。そうですね。で廃墟の養成所って当時廃墟演技研究所っていう名前で、別に声の仕事をに特化してるわけでもなく、映像に特化してるわけでもなくっていう、ただ演技をやる全般だったんですよ。だから演技の勉強と声楽歌の勉強と、あとはダンスとジャズダンスやらされたんですよ。そうなんですね。ジャズダンス、クラシックバレエで、盾もで、あと狂言。狂言がクッサメの先生が来てたんで、泉玄秀さんという
泉元彌さんのお父さんなので人間国宝が来てたとかものすごいレッスンだったんですね。ちょっといろいろありとあらゆることをやるんですね。そうなんですよ。でその中に勝田久さんお茶の水博士の声をやっていた方の和法だったりとかもあってでだからそうやって劇団に入ったんで舞台ばっかりやってたんですよ。で舞台やっているうちにTBS の相川銀也さんが司会をやっていたクイズハイアンドローっていうこれは上か下かっていうのを決めて当たるとなんか商品がもらえるとかあれでバイトをしてたんですよ。バイトっていうとオープニングをやってたんですよね。オープニングものすごい声ですか？いや全然映らないです。映らないですか？オープニングのね台本にはゴンドラボーイって書いてあるんです。ゴンドラボーイレアですね話。でっかいパネルがあってここにこうタワーがあって女の子が座ってるんですよ。綺麗な女の子が。でこれが閉まっててでクイズハイアンドローって言うとジャガ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 ジャってこれが開いていくんですね。これを引っ張ってました。このゴンドラボーイ。ジャガ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 これですか？タイミング合わせるのが向こうのやつとタイミング合わせるのが難しくてすごい相手とこう目合わせアナログなんですね。でも皆さんに見られるからっていうんで行くと衣装部屋行ってタキシードに着替えさせられるんです。そうなんですか。テレビには映ってないんですよ。映らない。ほぼ映らないんですよ。観客と出演者とかには絶対見えるんでスタッフのような格好ではいけない。すごいですね。面白いでしょ。ゴンドラボーイ。ゴンドラボーイ。そんなアルバイトがあるんですね。ありました。TBS だからアナウンス学院の方にこう張り紙が来て。絶対普通の求人じゃいけないですもんね。そうですね。めちゃくちゃギャラが良かったんですけど。そうですか。まだ声優までたどり着いてないです。そうですね。その次がですね。その次が。どうぞもう好きなだけ。全然だからそうやっていろんなことをやっていて、20だから23ぐらいの時にそのオーディションを受けろって言われて。で当時はその録音してデータを送って第一次審査っていうのはなかったので全部がこうバーッと一時的に下手すると1週間ぐらいやっていることもあったんですよ。大きいアニメの時は。なんで、で出てきたらそのブースのドアがガーンと開いて廃墟のマネージャーのなんとかだっつっていきなり女性が来て「よかったよ」で褒められて今度からオーディション回すから声優できるのかな。その時初めて声優できるのかなって思ったの。そしたらねしばらくしたらその人辞めちゃって入ってちょっと頼りおいそうなんですずっと撃沈していってそしてついにエルガイムが来たんですね。その前に愛の戦士レインボーマンっていうのがあって水島優さんが主役やってるやつで高校生 A っていうのをでもそれがもう記念すべきデビュー作となり記念していいのかいや記念すべきだと思いますよ。でもその次がいきなりエルガイムですよね。ちなみにそれをOKを出したのっていうのはやっぱり富野監督だったりするわけですかね。さあなんですね。どうでしょう。最終的に2人に残ってたらしいんです。で相手が誰かも知らないんですけど1週間ぐらいしてマネージャーから電話が来て、最終候補に残ってるからって最終候補ねはいわかりましたってでもこのエルガイムは日本だけではなく海外でも実はすごく人気があるっていうのはご存知ですか？いや面白いです。で我々アニーザはですね、海外のアニメ好きの方と交流をしてそしてそこで情報交換をしたり、友達になって、アニメでこうつながっていこうよっていうそういうことをやっているチャンネルなんですね。チリの友達がなんとエルガイムの大ファンマニアです。チリで放送してませんよね。そうなんです。そうですよね。そうなんです。
そうなんです。彼らマニアは映像を入手して自分らなりに翻訳とか、まあ、そういったのを調べて、はいはい、アニメを見てるんです。チリのロドリゴから。ロドリゴ。ロドリゴ。はい。こんにちは。mi nombre es Rodrigo Quinosunacote. まあこういう彼なんですよ。Ya, esta vez voy a hablar en español. ¿Cuándo y cómo conocí o descubrí Heavy Metal Game? Es una pregunta bien complicada de responder, porque el game no es solamente no popular en mi país, salvo todos los amantes del género de mecha, tanto Super Robot como Real Robot. Es conocida, pero a nivel masivo no lo es. Yo creo que es mucho más conocido en Japón que en el resto del mundo como tal. Puta, así que, ¿cómo la descubrí? Con unas copias hongkonesas subtituladas al inglés de pésima manera, y aquí hay una historia linda, podríamos decirlo, porque cuando se hizo un trabajo de tomar el game para traerlo al inglés, yo estuve involucrado también en ese proyecto. Estamos hablando hace 20 años atrás más o menos. Y también yo estoy trabajando en traer una versión del game al español, porque acá no existe. Gundam como lo más conocido y recién se está conociendo, así que Doombind, el game, Bottom, Sidion son conocidos dentro del nicho, pero no dentro de lo que es para el común de las personas. というようにですね、彼なりにですね、いろいろと情報を収集してですね、はい、はい、香港での英語版やばい話、海賊版的なそうですよね、ちょっとですね、はい、でまあそういった、仲間なのか、趣味の集まりで実際にスペイン語版のエルガイムをですね、広げていきましょうよという活動をされているということです。¿Qué encuentro yo que el principal atractivo de esta serie? A mí me gustan muchas obras de Tomino, muchas, y siempre tiene dos vertientes, que es la trama militar, familiar sobre todo, que siempre se apela al entendimiento, y también suelen ser bastante depresivos, Victory Gundam por ejemplo, y oscuros. Pero también tiene obras muy lindas como Sabungul, Sambot 3, donde tiene harta comedia, King Gainer incluso. ¿Y qué es lo que más me gusta del game? Que el game es la mezcla perfecta de ambos mundos de Tomino, tanto esa seriedad cruda como también esta comedia liviana que es bastante absurda muchas veces, pero que es súper optimista. Son cosas que se agradecen bastante, y el game encapsula ambas cosas, la comedia con el dramatismo. Uno dice, ya, el game es el próximo Sabungul, pero en los últimos capítulos uno está con el estómago apretado pensando qué es lo que va a pasar, porque ya sabemos que sucede con Nidion, con Doombind, que fue atrás, así que ahí esperando que todos lleguen al final, pues, todos los personajes, que son muy queridos, tienen un carisma increíble en comparación a otros personajes de la otra serie. というところなんですね。はこれはやっぱりすごく見てますね、ちゃんとね。見てますね。ちなみにプイン君も最近エルガイも全部見返して最初から最後までダーッと通してみたんですよ。54本ですよ。見ましたよ、もう。長いですよ。長いですね。ブルーレイボックスっていうの発売されて、そうですね。エルガイ40周年記念ということで、はい、見られたんですか？少しだけ。少しだけ。実はやっぱり、1話見ると、本当に何だろう、自分が少し拒絶反応なんだこいつ下手くそだなとか思って、初々しさがでも、初々しさという言葉は素晴らしいと思うんですけど、多分ダバの成長と僕の成長がシンクロすればいいかなぐらいのあれで、キャスティングされていると思うので。
¿cuál es mi personaje favorito en la serie? ¿Y cuál es mi episodio favorito? Yo creo que uno de mis grandes personajes es Dama Maelo, junto con Gao Halisi. Gao Halisi来ましたね。 Para mí la mejor personaje femenina de todas las series que ha hecho Tomino, Gao Halisi, en mi corazón. Y Dava es el personaje súper contrario a lo que es Amuro Rey, a Chosama, con Moyuki. Él escucha, golpea, corrige, obedece, dirige, hace todo. ¿Qué episodio es mi favorito? Ay, muy difícil decir que es uno favorito, pero el que más satisfacción me da es cuando desviven a Estela Coban, porque por muy revolucionario era muy aristócrata, era un burgués en una revolución y los trataba a todos mal, pues no, hay satisfacción más que de ese capítulo cuando se desviven, cuando lo desviven en realidad. Y aún así todos le aprecian a él y le dan su respeto a pesar de todo. 深いですね。深いですね。でも結構、ステラコバのエピソードってやっぱり人気は高い方ですよね。個人的には長いな。長い。長い。あ、やられるまでが。結構使ってますよね。はい、使ってます。結構ステラの期間長いんですよ。はい、ワンクールぐらい、13話ぐらいまで使ってたんですよね。やっぱり50何話あるだとああいうぐらいのこう作り方ができる。なるほどね。今見返すと、うわすごい時間使ってるなっていう。でも僕が言ってどうするんですか。じゃあ僕らがカットして稲葉さん。いやいや今のは使わさせていただきますよ。使っといてください。カモンマイロードの正体がわかるわけじゃないですか。あ、そこでしたっけ？その辺でしたっけ？その辺で分かって、そこら辺で分かって。全然覚えてないですよ。だから王朝ですよっていうのはいつ頃言われたんですか、本人は。最初から。あ、最初から知ってたんですか。ダブルネームがあるっていうのは知ってたね。いや、割と僕ら見てる中ではあれは結構衝撃的な、あ、そういう王朝の人なんだっていうキャラだったっていうのは見てる側からとしては結構衝撃的というか、センセーショナルな。ダバハッサーが死ぬ時に全部言ってるから、ペンダントでしたっけ？そうですよね。渡してその辺の下りで覚えてるのは大地にペンダント置いて土下座してキスする。そこしか覚えてないです。いや、あれはすごい。あれはすごいんですか？あれファンっていうか僕はもう大地にキスをしたキャラっていないんですよね。Yo siempre la he tenido cómo hacerla. Fanera y Amo o Gao Halisi. ¿Cuál de las dos? Yo tengo mi favorita, no sé la de usted. これね、僕の公式見解はね、どっちを選んでも見解になるから僕はリリス派ですっていつも言うんですよ。ああ、一番いいとこ行っちゃったよ。一番いいとこに行けた。なるほどね。一番いいとこ行ったな。どう見てもアムもレシも、男が理想とする女が両極に振ってる感じなんですよ。なるほどね。だからどっち選んでもいいんですよ。でも言っちゃうと、こっちが炎上するとかいろいろあるんで、僕はリリスです。なるほどなるほど。気づきませんでしたそこでは。大人の対応です。ありがとうございます。それはダバも平松さんも同じ気持ち。いや、ダバは基本的には桑さんオリビーがいますんで。なのでっていうことですね。平松さんとしてはもうやっぱとしても男としては選べない。そうですね。なるほど、わかりました。落ち着くと。いいですね。そういう100点満点ね。素晴らしいですね。素晴らしいですね。はい。ちょっと質問が他にもありまして、テキストでの質問になります。はい。物語は序盤ではコメディ的な雰囲気がありながら、やがて視聴者にも結末が予測できないようなシリアスなドラマへと変化していきます。そのような作風の変化は作成現場ではどのような感じでしたでしょうかという、僕個人が必死にこうやってたんで収録を前半の方が苦しかったんですね。
前半の前半がコメディ要素なんで力抜かないとどうしてもうまくいかないんで、で気負っちゃって、特に前半なんかと気負ってるんで、もうそこはもうバンバン叩かれて、はい、なんで、後半になるにつれて、はい、すごい楽になってきたとか、逆に自然に無理なく決めポーズ作っていけばいいっていう感じで。なるほどね。ロドリゴからリクエストがあります。はい、はい、ダバのドッキングセンサーというセリフをダバの声で聞かせていただけたら嬉しいです。お願いできますでしょうか。はい、了解しました。はい、お願いします。いくよ。はい。ドッキングセンサー。それで常連さんのリクエストですか。じゃあいつものやつやります。はい、お願いします。お願いします。まず今日ね。今日ワークスを頼む。俺はエルガイムで出る。すげえ。レッシーお願いします。やっぱ全然違うんですね。待つんだレッシー。アム、ありがとう。おお。来ました。すごい。やっぱ違いますね。すごい、本当すごい。ありがとうございます。いやいいですよね。お酒飲みながら。居酒屋なんで。もう居酒屋。いやー、よっしゃ。すげえな。マー大佐っていうんですけど、マー大佐を絡めてもらっていいですか。何それ。どうエルガイム関係ない。いや、ちょダバとなんか一緒にいる感じで、なんか行くぞみたいな。マー大佐出過ぎだ。ああ、いい。ありがとうございます。言う。よく言う。やった。Compartirle un mensaje al señor Hiramatsu. Gracias, muchas gracias por tremendo trabajo que hizo en un personaje que yo amo, adoro, y para mí el game es la mejor serie de Tomino lejos, por lejos, más que Gundam, más que Ideon, más que Danbain. Y pucha, ahí está mi pequeña colección de un mousepad, colección de plamos y todo, y el game para mí mucho en el corazón. Y haber descubierto hace mucho tiempo atrás un personaje tan lindo como Dava, es algo para agradecérselo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Saint Martin, and see you again. ということでございました。ロドリゴありがとう。ありがとうロドリゴ。もう感動しました。本当ですか。こんなに愛してもらえて。嬉しいです。はい、で、彼から一応アニーザへというメッセージがあるので読まさせていただきます。はい。はい。先ほどの動画でも触れた通り、私は仲間と一緒に、日本アニメというのを英語やスペイン語の字幕をつける活動をイデオン、ダンバイン、ボトムズ、そして、ガンダムの最初のシリーズでも行いました。当時は今のように西洋で有名な作品ではありませんでした。はい、今から約20年前のことです。だからこそ私たち、これらの作品を広め、そのメッセージを多くの人に届けたいという思いで活動している友人グループです。はい、そんな彼らはアニーザの動画を通してですね、小川先生にメッセージを届ける機会をいただけたことはとても大きな意味を持つ出来事でした。そして今平松さんに言葉を届けることができるというのは夢のようです。はい、心の底から感謝しています。この2つの機会をいただき本当にありがとうございます。これからの作品を愛情を持って広めている私たちの仲間にとってとても大きな意味のあることです。ロドリゴでした。素晴らしい。素晴らしいですね。頑張れロドリゴ。ロドリゴ。やっぱりプロの平松さん。
はい、日頃喉のケアってどんな感じされてるんですか？はい、これね、よく聞かれるんですけど、はい、僕本当に声帯が弱いんですね。本当に弱いんです。すぐ声が枯れちゃうんですよ。そうですか。なんでそれを踏まえて、喉のメンテナンスは大したことしてません。どういうことですか？踏まえてしてない。本当に何もしてないです。そうなんですか？はい。日頃マスクを外さないとか睡眠をよくとるとか睡眠はね、とってないですね。とってないですか？2時3時までは当然起きてますし、で起きるのは7時8時ですから。じゃあもう次の日になると自然に声がもう戻ってるっていうことですよね、いわゆる。声が枯れかけて時は、一応メンテナンスとして、ちょっとあったかめの左右ぐらいの温度のやつでうがいをして、でハミングをしばらくして温めてから寝るようにはしてます。そうなんですね。じゃあ特に特別こういうことをやってるってことはなく、乾燥がひどい時は最近お気に入りなのはシルクのかぶるやつですね。あれをつけるようにしてます。5月の17日曜日、三鷹 RI 劇場で、最近ちょこちょこ僕が顔出してる三鷹 RI 劇場というところで、朗読劇をオリジナルの朗読劇を豪華キャストで、ものすごいキャストでやらせていただきます。じゃあ次は5月の17日ということで、概要欄にも詳しく情報を載せさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、というところで、本日は平松博和さん、ご登場いただきまして、どうもありがとうございました。またね。最高だった。